今日はさっぱり食べれる夏野菜の煮浸しを作りました。こんにちは、料理研究家のいかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日は夏野菜の煮浸しを作りたいと思います。今回煮浸しを作っていくんですけれども、煮浸しってね、いろんな作り方があります。お野菜を揚げた後に煮浸しにする方法だったりとか、軽く焼いてその後煮浸しにする方法とか、そのまま煮込んで煮浸しにする方法などね、いろいろあるかなと思うんですけれども、今回は焼いた後に煮浸しにしていきたいと思います。なので使う油の量も少なく、とてもさっぱり召し上がっていただけるかなと思います。で、それぞれのお野菜の下処理もありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。まず今回使う夏野菜ですね。ナス、ピーマン、パプリカ、オクラ、ミニトマト、かぼちゃ、ズッキーニです。そして煮浸しの汁の材料がお水、だしの素、調理酒、醤油、みりん、お砂糖、おろし生姜、そして今回はサラダ油でね、お野菜を焼いていきます。今回のね、タレはこうやってね、調味料いろいろ混ぜて作るんですけれども、こちらめんつゆで代用していただいて OK です。その場合はお餅のめんつゆの濃縮加減によってお水で薄めて使ってみてください。そしてお野菜もね、お好みのものを使ってください。それでは煮浸しのタレを作ります。まずボウルにお水、そしてだしの素、こちら和風のね、かつおのだしの素になります。こちら昆布のだしの素とかもあるので、お好みのものを使っていただいて OK です。で、だしの素、お醤油、みりん、そして調理酒です。こちらをあらかじめこうやって混ぜて、お砂糖とだしの素をね、溶かしておきましょう。で、溶けたらですね、一度味見をしてください。もしもうちょっとしょっぱくしたい場合はお醤油をプラスしてください。しょっぱいなと感じたらお水で薄めてみてください。あとはね、お好みでいろいろね、調整していただいて OK です。はい。で、あとね、ここに生姜をすりおろして入れたいと思います。こちらね、チューブ状のものを使っていただいても大丈夫なんですけれども、こうやってすりおろしていただいた方が香りが立つので、生の生姜がおすすめです。で、これでもう一度混ぜます。はい。煮浸しのタレはこれで OK です。それではね、お野菜を切っていきます。まずね、お野菜は全部きれいに洗って水分をね、しっかり拭き取ってください。ではまずね、ナスからです。で、ナスはまずこのヘタをね、取ります。よいしょ。先っぽ切っていただいて、これを半分に切ります。包丁を斜めにして浅くね、切れ込みを入れていきます。で、こうすることで味も染みやすくて、かつね、火も通りやすいです。ナスはね、結構分厚いので、このようにね、下処理していただくと、あと歯切れも良くなってとても食べやすくなります。これをまた半分に切ります。こちらも半分に切ります。で、こちらも同じようにヘタを切っていただいて半分に切ります。同じようにまず切れ込みを入れます。で、半分に切ります。はい、こんな感じです。そしたらボウルに入れていただいて、こちら分量外なんですけれども、ここに塩小さじ1杯ぐらいこうやって振ります。はい、指でね、こうやってナスのこの断面に塩をね、こすりつけていきます。ナスの断面にこう塩をこすりつけていただくと、このナスの水分が外に出てきて、その分で油が入っていくね、隙間がなくなります。で、このようにしっかりすり込んでいただいて5分ほど置きましょう。はい、5分経ちました。そうするとね、結構水分が出てます。で、これをさっと水洗いしていただいて、しっかりと水気を取ります。ナスはこれで OK です。続いてズッキーニです。まずヘタと、あとお尻を切ります。半分ぐらいに切ります。で、これをまた半分に切って、これを6等分にします。ズッキーニがね、太い時は8等分にしていただいても OK です。じゃあこちらも同じように切って6等分にします。で、そしたらですね、このズッキーニもボウルに入れていただいて、こちらまた分量外です。塩を小さじ1ぐらい振ります。で、こちらも同じようにね、塩をこうやってすり込んでいきます。ズッキーニもこのように塩をすり込んで水分を出すことによって油の吸いすぎを防ぐことができます。こちらも5分ほど置いておきましょう。ズッキーニもこのようにね、水分が出てます。こんな感じ。
こちらも水洗いして水分を拭き取ります。どうしても時間がない時はアク抜きするだけだったりでもいいんですけど、時間に余裕がある時はね、是非これでやってみてください。ズッキーニはこれで OK です。はい、続いてオクラです。オクラはまず板ずりをします。まずこうやってね、塩を振っていただいて、こちらも分量外です。で、両手を置いて上下に動かします。で、そうするとこのね、オクラの産毛を取ることができます。で、こんな感じでね、もうだいたい触った時にあんまりチクチクせずにちょっとツヤが出たぐらいになれば OK です。そしたら一度水洗いします。水洗いして水分を拭き取ったら、まずこのヘタの部分を切ります。この硬い部分ですね、ここを切り落とします。で、あとはこのね、ガクって言ってちょっと黒っぽくなってる筋っぽいとこ分かりますかね。この部分をね、切り落としていきます。これが残ってると食べた時にこの筋がね、口に残るので、これはきちんと取っていただくといいかなと思います。こんな感じ。それでは他もね、同じように切っていきます。オクラの下処理はこれで OK です。ではね、続いてピーマンです。で、ピーマンはまず半分に切っていただいて、で、この中にね、種があるので種を取り除きます。で、こっちもね、種と綿をね、取り除きます。こちらも同じように切ってで、取り除きます。これを、食べやすい大きさに切っていきます。だいたい2センチから 1.5 センチ幅ぐらいに切るといいかなと思います。はい、ピーマンはこれで OK です。はい、続いてパプリカです。パプリカもね、食べやすい厚さに切っていきます。だいたい1センチぐらいの幅でいいかな。切っていきます。パプリカはこれで OK です。はい、そしてかぼちゃです。かぼちゃはね、だいたい 0.5 ミリぐらいの幅に切っていきます。かぼちゃはね、結構硬いので指を切らないようにだけ注意してください。かぼちゃをこのようにスライスしてください。はい、このようにね、野菜が揃いました。で、そしたらですね、今回ね、揚げ浸しじゃなくて焼いていきますので、油ギトギトにならない方法で焼いていきたいと思います。まずね、この切ったズッキーニとね、ナス、こちらの2つにサラダ油をかけます。で、そしたらですね、これを混ぜてよくね、サラダ油を絡めて油をコーティングします。で、さらにですね、このナスと一緒のタイミングで焼くかぼちゃ、こちらも一緒に油でコーティングしておきます。で、油はね、もうね、焼く時はね、使いません。こうやって最初にコーティングするだけの油だけで焼いていきます。なので本当にね、油ギトギトにならず美味しく召し上がっていただけると思います。で、こちらがね、最初に焼くお野菜です。で、こちらにもね、サラダ油をかけて、で、コーティングしておきます。焼く前に野菜全部をね、油でコーティングします。野菜の準備はこれで OK です。はい、それではね、お野菜を焼いていきます。まずフライパンにナスとズッキーニとかぼちゃを並べます。ナスはね、最初にこの皮の部分を焼いていきます。で、あとズッキーニですね。あとかぼちゃ、ちょっとね、いっぱいになっちゃいましたね。はい、はい、こんな感じでね、ちょっときつめになっちゃいましたが、これで焼いていきます。で、軽くね、焼き色がつくので中火ぐらいで焼いていきましょう。焼き色がね、少しついたら裏返します。こちら分量外ですが、お水をね、大さじ2杯ぐらい入れます。で、蓋をします。このまま1分ほど蒸し焼きします。はい、開けます。で、最後ね、もう一度水分を飛ばしながら、ちょっとコロコロ転がしながら焼いていきましょう。で、このようにね、全体的に火が通れば OK です。はい、続いて第2弾です。で、今度はオクラ、パプリカ、ピーマン、そしてトマトです。ではね、こちらも焼いていきます。で、こちらのお野菜は蒸し焼きしなくても大丈夫なので、さっと炒めていきます。で、炒まったものからね、取り出していきます。はい、これで OK かな。じゃあまずね、パプリカ取り出します。トマトもね、このようにちょっと
皮が剥けるぐらい、このぐらいになれば OK です。はい、じゃあオクラも取り出します。で、最後ピーマンですね。このようにお野菜を並べました。フライパンにね、タレを入れます。これね、調理酒とかも入ってるので、一回人にタッチさせます。で、めんつゆの場合はそのままね、つけちゃって OK です。はい、OK です。火を止めます。それではこのお野菜に汁をかけます。はい、こんな感じです。で、あとはですね、粗熱を取っていただいて、冷蔵庫で1時間ほど冷やしてから召し上がってください。はい、これで夏野菜の煮浸しの完成です。こんな感じに仕上がってます。こちらがナスとオクラ、そしてパプリカとミニトマトとピーマン、そしてズッキーニとかぼちゃです。こんな感じに仕上がりました。どれもね、こう油を吸いすぎていないので、とてもね、あっさりさっぱり召し上がっていただけると思います。それではいただきたいと思います。美味しそう。じゃあナスからね、いただきます。いいですね、夏野菜。いただきます。美味しい。しっかり味も染み込んでて、かつ全然油っぽくなくてすごく美味しいです。かなりね、さっぱりしてますね。じゃあ続いてズッキーニいただきます。いや、これ全部美味しいですね。しかもね、本当にあっさりしてますね。かぼちゃ。かぼちゃもね、すごい甘みが引き立ってとても美味しいです。そしてピーマン。程よくね、歯ごたえが残ってるのでとても美味しいですね。そしてじゃあトマトね、いただきます。ミニトマトがね、よりみずみずしくなってすっごく美味しいです。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回の夏野菜の煮浸しのポイントです。ナスとズッキーニのね、下処理に関してなんですけれども、これはまず塩をね、すり込んでください。そうするとですね、お野菜から水分が出て味が染みやすくなります。オクラに関しましては、まずヘタを切っていただいて、その後ガクと言ってね、ちょっと黒くなってるところを剥いてください。そうするととても食べやすくなります。あとオクラはね、すごいちっちゃい産毛がね、たくさん入ってますので、塩をまぶしてまな板でゴロゴロしていただくと綺麗に産毛を取ることができます。で、あとポイントとしてはですね、油の吸いすぎをね、防ぐために今回は焼く前に油を絡めました。そうすることで油の吸いすぎを防ぐことができます。かつね、ちょっとしかね、油を使わないので、すごくね、あっさりと召し上がっていただけるかなとは思います。そして焼いていただいたら、作ったタレに漬け込んでいただくだけなので、すごく簡単にできます。で、今回はね、調味料いろいろと混ぜて作ったんですけれども、こちらめんつゆで代用していただいても OK です。で、さらにちょっとね、あっさりというかさっぱりさせたいなっていう時は、お酢をね、お好みで入れてみてください。他にもね、夏野菜はね、いろいろあるかなと思いますので、お好みのもので作ってみてください。はい、ということで今日は夏野菜の煮浸しを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok、こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。